皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。今日はガールズヒップホップのブラッシュアップです。腕の使い方が甘いなぁと感じるので、肩甲骨を使って改善していきたいと思います。またソックスを多用しているので、シルエットに良い影響が出るような屈曲ポイントについてブラッシュアップしていければいいなと思っています。チャンネル登録の上、ぜひ最後までお付き合いください。それではスタートです。側屈の時に目線がまっすぐにならないように気をつけました。はい、おはようございます。はい、じゃあね、ビフォーの動画は以前にね、1ヶ月くらい前だっけね、撮ったやつをさっきしてもらって、今日はここからのブラッシュアップをしていくっていうことなんだけど、肩甲骨についてちょっとやっていきたいなと思います。で、こういうスタイルってさ、手使うでしょ、ちょっと広がってもらって、肩甲骨は6つの動きをしますと。で、肩、中指あたりをこの肩につけてもらって、で、これがさ、まず前にするじゃん。そしたら、上と下に肘を持っていくと、肩甲骨は上下にまず動くじゃん。それを感じるようにしてほしいと。で、その後、横に開いて前で肘ポッチをくっつける、後ろでつかないよ、つかないけどくっつけるようにすると、今度はパタパタとドアのように全部動きますと。今度は肘を天井でくっつけたい、で今度は無理だよ、無理だけどこの中に入っていってみぞおちのところで肘をくっつけたい、そうするとこういう風に動くっていう6方向があるわけだよね。でそれをじゃあ腕を動かしてる時にどの方向に動いてるのかっていうのをやると、手先だけの踊りではなくって肩甲骨で動くことができるので、そこをちょっと確認してほしいんだ。よろしく。ここは上下こうでここでここは胸のでしょ。あ、でここも上下か。そうです。で最後で絶対こうか。こう来て、でこっちがもう気持ちで、でこう来て、ここで。そしたら一番最初にここはどうなんだろうって言ってた一番最初の腕ってどうなってたっけな。そこだ。でそれはさ上だねって言ってたよね。でも腕の動きは対してこう動くよね。でこれは上だねって言ってるのって、ここでアクセントを取るのが確かに真上なんだよ。だけどここで腕から先さ前腕っていうんだけど、これなしにして考えると実は回ってるんだよね。そう、実は回ってる。なのでこういう動きを作ってあげて、そこのアクセントをもとに手を持ってってあげるとちょっとパワーが違ってくる。対して上だけで上げようとするとこうだ、こういうイメージ、回してこうとか、そう。あとは例えば今こういう風にアクセントを取るところあったよね。例えばだけど横から見た時にドンって取る人と肩甲骨を縮める方でドンって取ると少し立体感が出たりするよね。それもすごくいいし、今回はさバレロでアクセントを取らないけど、これは複合、上げて回転させていく、上げて回転させていくっていうのを持っていくと、そう体の動きに影響が出るので、もう一度その辺を考えて、ちょっとここから先の手はないぞって考えるといいかもしれない。ワン、ツー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。おー、どうですか？感覚がちょっと違う。ちょっと違う。なんかさ、見てる側もそうなんだけど、多分手が長く見えるよね。そう、手が長く見える。ここで肩を支点にしてるのと肩甲骨を使うのってやっぱり全然違うので、そしてもう一つアドバイスがあって、今のはどうやって動かすかだったじゃん。実は例えばこう来て肩甲骨上がってるよね。上がってるものを落とせばアクセントに使える。アクセントに使える。さっきも言ったけどアクセントに使える。そうで、これをもし手でアクセント入れようとすると手が短くなるじゃない。だけど肩甲骨を入れる分には手があまり短くならないので、ここってアクセント入れられそうじゃないを探して、やってみよう。そう。ワン、ツー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ここか。
で今アクセントのポイントを入れたことで後でちょっと音でやると分かると思うんだけど、あれ今までよりも強く入る。でその分もしかしたら軸がぶれるかも。この辺の調整をしながらやっていくといいかなと思います。じゃあ次2つ目のねちょっとブラッシュアップポイントをやっていきたいので休憩をどうぞ。はい、肩甲骨を使うことと側屈の両立を頑張りました。はい、じゃあ2つ目やっていきましょう。でね、今上半身の肩甲骨の話をしたから、次も上半身がいいですか下半身がいいですかって言ったら2人は上半身を選んだので、ちょっと実験をやっていきたいなと思うので少し離れてもらって、肩幅ぐらいがいいかなと思います。で側屈を今回の振り付けでは多用したくって、側屈っていうのは、これが前に行けば前屈になって後ろに行けば後屈っていうから横に行くことなんだけど、じゃあこっちでやってみようか。背骨って曲げやすい骨があって、まずみぞおちのところからグーってこうしてにクリクリって回すんだ。そうそう、次さ胸骨、胸の骨だよね。ちょうどマイクがついてるあたりなんだけど、この辺をもう一個グリーッとねじってあげるようにする。触るといいよ、触るといい。で次鎖骨のあたりをグリーってねじってくる。で首をグーッと最後首を支点にして、そうそうそう、1ポイント目2ポイント目3ポイント目4ポイント目 OK。 そうすると今それが2人の最大の側屈なの。ただもう一回いくよ。これをブラブラブラって一回リセットして、でふって今のところ一発でいこうとしてみ。そうでさらにまだ余ってるんでみぞおちでねじるねじるねじるってやるともうちょっといきません？そうなの。そこを覚えておくっていうことがすごく大事で、ここのところでどういうところでいってほしいかっていうと、例えば、バレロなんか分かりやすいと思うんだけど、ここほんの少しでいい。 30% ぐらいでいい。分かる？ 30% ぐらいでいい。入れられるところがいくつかある。でそれがウェービーになっちゃっても構わないので、ちょっと探してみて。その通りだね。入れてほしいところだね。ここも入れるか。ちょっとちっちゃく。ここか。ここね。そう、そこ目線もさ横まで、そう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 、そこまでいけちゃったら嬉しいなっていうのが本音です。じゃあね。左の背筋に集める。はい、そうですそうです。例えば最後のステップした時も、ここからこういうシルエットじゃなくて、ここでも側屈を入れられたら奥が出るので、わかる？そこから立体感が出るかなっていうふうに思う。あとどこだっけな、最初のところはそこだ。 OKOK、じゃあ次なんだけど、例えばバレロの時も少し入れたいよねって言った時に、どうしてもこの側屈を入れる時の最初の課題っていうのは目線をまっすぐで保ちたいなんだよ。だけど側屈って目が横につくでしょ。このシルエット入れるのが人って怖いみたいで、こうなっちゃう、こうなっちゃうんだよね。そうすると余計ダサくなっちゃうので、先入れた方がよくて、これをこっち、ですごく大事なポイントとして、ここさこう来てこっち行くじゃない。これが今軸がつながってなくて、側屈行きましたってなった時に左に軸乗ってるのよ。なので頭を戻す瞬間に軸を1個下げるの。高さ調整しちゃう。でそのまま腰を切っちゃえばアクセントいけると思うんだよね。でこれが滑らかにブーンっていけるようにすると最高だなっていうところなんで、目線ちょっと変えながらっていうのと今の軸だね。今の2人の考え方はやっぱり1個足りないの。1、2で考えてて、1、2で考えてる。3で考えてこい。1、2、3。そう、これを1、2、3。1、2、3。N3、そう。ここがすごいやばいね。はい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 。
そういうことだね。 OK、 じゃあ、今かなりね難しいことをやったと思うんだけど、実際のところ2人って側屈だけ考えてください。入れられました。肩甲骨だけ考えてください。入れられました。でも実はこの側屈と肩甲骨って両立できるんですよ。でそうすることによってこのシルエットの中でくぼませることだったり張ることだったり、そしてここからこっち行ってから、まさに今なんかそうだけど、ここから連動させて持っていくことだったりとか、そうやって複雑な動きをできるようになるのね。この中背骨の曲げるっていうのと肩甲骨は両立できるようにっていうのがレベルが上がるためのコツだと思ってください。じゃあ最後できる範囲で頑張ってください。はいよー、はいよ。エナジー全開。Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go. Baby, don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Take off your gear, take off your keys. If you hold back, that's the wrong way to be. Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go. Baby, don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Take off your gear, take off your keys. If you hold back, that's the wrong way to be. 非常にシンプルですが、肩甲骨と背骨についてブラッシュアップしていきました。早速ですが、このシーン、肩がシャープに使えているのがわかると思います。肩甲骨を使えば腕が長く見えることにもつながります。またこのシーンではリズムが見えるようになりました。見えるほど動かさなくても感じることができていれば効果は出ます。側屈を利用したシーンですが、ここなんかは分かりやすいですね。イメージが統一されたことでユニゾンとしても揃っています。ここの側屈は目線が違う方向へ行ってしまったのでバラバラにはなりましたが、大きくなったのと空間を埋められたのでプラスの方向にはいったと思います。このシーン、側屈と肩甲骨を使うことができれば腕の軌道も大きく激しく出せることにつながります。腕に迫力のない人には参考になると思います。ただ腕を出すだけだといっても体の中心から出すのと手先で出すのでは迫力が違います。まずは肩甲骨でボディと腕をジョイントするところから始めてみましょう。そこから側屈、前屈、後屈などを利用した方法を学んでいけばいいと思います。このちょこっとネタというコーナーではコンビネーションや振り付けをご紹介するにとどまらず、見逃しがちな裏のポイントまで伝えていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。